皆様こんにちは。アレックスキッドのミラクルワールドのリマスター版が発売されましたね。今回もマイナーネタなんだぜ。知らない方がいらっしゃるかもしれないので、簡単に概要を説明させていただくと、アレックスキッドのミラクルワールドは、1986年にセガマーク3用に発売されたアクションゲームでございまして、当時セガが任天堂のマリオに対抗して売り出そうとした、アレックスが主人公のアクションゲームです。ソニックが登場する前に、売り出そうとして失敗した感じの印象かな。ちなみにセガは、今後の予定として、過去の作品を精査して、リメイク、リマスターしていく方針を公表しているので、本作はその中の一環だと思うんだぜ。失敗キャラってほどじゃないよね、アレックスは。マリオが爆発的にヒットしすぎたから、うず漏れてしまった感じだな。うつ主も買ったよ、北斗の剣と一緒に。北斗の剣が遊びたくてマーク3買ったんだろ。もちろん。そして、ついでにアレックス買ったんだろ。イエス。ほとんどのユーザーが同じだと思うんだぜ。つまり、アレックスではマーク3本体のチェアを伸ばす力はなかったってことなんだぜ。でも海外では、そこそこ人気あったみたいよ。セガのマスターシステムやメガドライブは、海外では驚くほど人気ありますからね。アレックスキッドもヨーロッパを中心に人気があって、日本では発売されなかった関連作品がいくつも出てるんだぜ。マーク3は当時としては映像綺麗だったよね。ただ、コントローラーがめちゃめちゃ使いにくいんだよね。ファミコンの十字キーに慣れてるとなおさらなんだぜ。十字キーは任天堂の特許だっけ？正確には実用新案件だな。この権利も1994年には権利切れになってるんだぜ。だからドリキャスのコントローラーは十字キーなのね。ドリキャスの十字キーも諸説あるみたいだけど。まあ、権利切れで実装したんだろうな。アレックスキッドのミラクルワールドに話を戻しますと、本作 DX リマスター版の特徴といたしまして、美しくなった映像に加えて、ボタンで切り替えることで、ドット絵の旧作グラフィックも楽しめるようにもなっております。R タイプディメンションズと同じシステムだね。操作性やゲームシステムはモンスターランドに似ているかもな。ショップでアイテムを購入できるのとかも似てるね。初代のワンダーボーイ、モンスターランドは87年だから、アレックスキッドの方が1年登場が早いんだぜ。グラフィックが綺麗になるだけで、かなりゲーム印象変わるね。ああ。そういえば昔、ビープというゲーム雑誌があったんだけど、その中の記事で、ゲームの面白さとグラフィックの綺麗さは関係ない的な記事が載っていたんだけど、それを読んで当時、激しく違うと思った記憶があるんだぜ。今でもたまに論じられるよね。今ならわかるんだけど、肯定派、否定派の論点の認識が必ずずれてるから、議論しても意味がないんだぜ。まあ、綺麗に越したことはないよね、グラフィックは。本作のスイッチ版に関して補足させていただきますと、2019年にセガエイジス版として同タイトルが発売されていますが、こちらは M2 による移植で今回紹介させていただいているものとは別のソフトでございますので、購入を検討されている方はお気をつけください。セガエイジス版はなんか違うの？マーク3版オリジナルのミラクルワールドに若干の追加要素と FM 音源での BGM が追加されたと思えばいいんだぜ。それにしても、最近の復刻関連商品多すぎなんだぜ。一定の需要はあるんだろうね。必ず買う民、いるだろうからな。イーグレットミニは家庭用ハードに移植されたことのないタイトルなどもあるようですね。カイザーナックルとかだな。続編で未発売だったダンクーガまで収録されるらしいんだぜ。ボス来たよ。ボス戦はじゃんけんするだけなんだぜ。パーデンネンかと思った。アホちゃいまんねん、グースカなんだぜ。なんでボス戦、アクションにしなかったんだろうかね？低年齢層にも広く遊んで欲しかったとかかな。知らんけど。
子供は大人以上にゲームの評価厳しいからね。さすがにボス戦はアクションにして欲しかったね。子供はクソゲー購入による経済的損失が大人以上に大きいから、子供の頃につかまされたクソゲーとかは、メーカー名と共に一生忘れないんだぜ。クソゲーメーカーってどこのことよ。セガでもなければ、本作がクソゲーってことではないとだけ言っておくんだぜ。まあ、あそこしかないんだけどね。このチャンネルでは、こういった感じのマイナーネタの動画をこれからもアップしてまいりますので、もし興味がございますようでしたら、ぜひチャンネル登録していただければと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうなんだぜ。またねー。